こんにちは。ミニマリストになりたい私、もちです。今回はミニマリストになりたい私の捨て活 Vlog をお届けします。せっかく時間のあるゴールデンウィークだからこそ、毎日過ごすお家を気持ちよく整えたいと思い、ゴールデンウィークの期間中、家中の見直しをしてみました。私流の手放す基準や無駄な買い物が自然と減る方法などなど、ミニマルに暮らすテクニックもたくさんご紹介していますので、捨て活のモチベアップになったら嬉しいです。それではスタートです。まずは最近ちょっと気になっているドレッサーコーナーから見直していきます。捨て活って結構疲れますから、やっぱり元気なうちに一番整えたいところに手をつけるのが私的捨て活のコツです。こちらはドレッサー用の折りたたみ椅子。毎日使っていたらもう使えないほどボロボロになってしまいました。大のお気に入りだったので、少々傷んでいたぐらいでは買い替えず使い続けていたのですが、これはもう完全に寿命が来てしまいました。ということで、こちらは処分します。そしてネットで探しに探し、ようやく新たな折りたたみ椅子を購入しました。前の椅子よりは小さいですが、座りやすさは抜群。畳むのもとっても簡単で使いやすいです。アイボリー色も私好みで大満足。本当にいい買い物になりました。付属の持ち運び用の袋は使う予定はないので、早速処分します。いや、それにしてもここまで使ってから手放すのってむしろ気持ちがいいですね。なんだか達成感でいっぱいです。続いてはコスメのチェックです。1用と1アイテムで揃えている、どれもお気に入りばかりの自慢の一群コスメです。お気に入りのリップがもう繰り出しても出てこなくなってしまいました。でもまたこれだけ使い切れたっていうのは嬉しいことですね。こちらは手放し、また全く同じものを買おうと思います。1くんだけに減らしてから、お気に入りのものをまたリピートして買うことが増えてきました。買うタイミングも買うものも分かりやすくって、お買い物に時間もお金も奪われなくなったなと感じています。続いてはサコミエチーク。いろんなカラーがブレンドしているのがこのチークのいいところのはずなのに、明らかに同じ色しか使っていません。いろいろ持っていても結局気に入って使うものって決まってるんですよね。お気に入りのカラーだけを取ることがもう難しくなってしまったので、こちらは手放して新しいものに買い替えようかなと思っています。今度はよく使うカラー一色のものにしようと心に決めました。こちらはアイブロウなどマルチに使っているアイシャドウ。底見えこそしていますが、まだ使えています。開封後のコスメの使用期限は約1年なんて聞きますが、かれこれ1年半毎日一途に使い続けてもまだ使い切れないだなんて、コスメっていくつもはいらないんだなと改めて実感しました。ウェットティッシュも私の大事なコスメ道具の一つです。毎日手を拭きながらメイクをするおかげで、パッケージが顔料で汚れずに済んでいます。小さな心がけで面倒なお掃除を減らせる私のプチテクニックです。ということで、コスメの見直しが完了。コスメが多かったことはまだ残っているのに、どんどん新しいものを買い足して捨てられないものばかりが増えていく状況でした。でも物を減らしてから数少ないお気に入りをとことん使い倒して、なくなったら新しいものに変える、そんなミニマルな好循環が生まれています。使えるものを捨ててしまう捨て活ってエコじゃないと思われがちだけれど、一度思いっきり減らせば買い物が丁寧になって、結局未来のゴミが減るんですよね。だから捨て活は地球にとって優しいエコな行動なんだと私は思っています。いただき物のフェイスマスクの使用期限をチェックします。韓国製のフェイスマスクって使用期限が明確に書いてあるので、本当にありがたいです。使用期限はまだまだでしたが、一方で普段使う習慣がないものって時間が経てど一向になくならないことは、これまでの捨て活で学習済みです。使わずに取っておいてももったいないだけですから、積極的に使っちゃおうということで、見えるところに一つ置いて、今晩はお肌のスペシャルケアをする夜にしたいと思います。こちらは最近買った無印良品の日焼け止めジェルです。持ち歩きに便利な携帯タイプをずっと愛用しているのですが、あっという間に使い切ってしまうので、今年はお家用にボトルタイプも購入してみました。大容量を買うとなかなか使い切れず、大抵後悔してしまうのですが、こちらはどうなるかこの春検証してみたいと思います。今のところはワンプッシュで手に取れるし、惜しまずたっぷり使えてとてもいい感じです。ということで、ドレッサースペースの見直し完了です。続いては日用品スペースです。捨
テ活の効果でもう物自体あまり置いてはいないですが、不要なものが紛れていないかチェックしていきます。こちらのカードケースを見ていきます。楽天カードは改めて見直した結果、もう使わなくなったので解約することにします。オンラインであっという間に解約手続き完了できました。残ったカードは2つの銀行口座のカード、そしてプリペイドカード1枚だけです。その他2社のクレジットカードはお財布に入っています。なのでこんな20万以上も入るカードケースはもうすっかり過剰になってしまいました。ということで、診察券などを入れている小さめのケースにこれらをまとめて、たくさん入るカードケースは処分することにします。電気小物を入れているスペースを見ていきます。実は何年も愛用していた CIO のモバイルバッテリーが急に壊れてしまい、ちょっと悲しいですが処分したいと思います。そして新しくまた CIO でモバイルバッテリーを購入しました。ワンインワンアウトですね。よく比較検討し購入したのはスマートコビープロスリムケーブルという製品です。重さもバッテリー容量もそのまま、厚みが薄くなって個人的にはより持ち歩きやすくなりました。そして最大の魅力はケーブルが内蔵しているところ。ケーブルを別に持っていく必要がなくなり、本当に便利です。壊れちゃったのは悲しいですが、より良いアイテムにアップデートでき大満足です。つやさんの割引クーポンが出てきました。もしかしたら使うかもしれないと、もう半年以上前から保管していたのですが、正直持っていたことさえ今日まで忘れていました。金が間近に迫ってきていたので、一瞬何か買おうかなと考えてしまったのですが、クーポンがあるから買う、なければ買わないということは、それってつまり買おうとしているものはいらないものなんですよね。お得を理由に余計なものを買わないためにも、クーポンはすぐ捨てちゃってよかったんだなと、また学びになりました。ということで、得なようでお得じゃないクーポンは処分します。インスタグラム用に試しに買ってみた撮影用のリモコンは買ってから結局使わずじまいなので処分します。一応必要かよく考えてから買ったんですが、本当に使うかはやっぱり持ってみないと分かりませんでした。恥ずかしながらこんな買い物の失敗は未だによくありますね。続いては書類の見直しです。昔の人間ドックの結果等々年度も変わったので、古い書類は一式処分しようと思います。これで日用品7の見直しが完了です。続いてはクローゼットコーナーを見ていきます。冬物のニット3枚はおうちクリーニングを済ませたので、季節外のお洋服をしまっているボックスへしまいます。衣替えも今は本当に楽ちんになりましたね。と言いつつ、季節外の服のボックスもなかなかパンパンです。ちょっと減らしたいですね。ということで考えてみるのが、友人が昔くれたジェラピケのカーディガン。もったいないからとあまり着ずに大切に保管していたつもりが、気づけばただただ着ない服になってしまっていました。これを機に手放すかも考えたんですが、せっかくなら試しに一度着る暮らしを過ごしてみようと思い、ヤギコーナーに出しておくことにしました。で、後日談なんですが、ジェラピケのカーディガン、寝巻きの羽織としてバッチリ活躍してくれています。肌触りも柔らかくてとっても良きです。今考えれば着ない方がよっぽどもったいなかった。季節外のお洋服もちゃんと一箱に収まりました。次の冬が来るまでしまっておきます。こちらは手放すか迷っているトップス。なんともう5年は着ているお洋服です。なくても大丈夫か確かめるために、この春クローゼットの端に寄せて過ごしていましたが、お出かけ服としてはなくても大丈夫でした。なんですが、実は寝巻き用のロンティーが1枚しかなく、数が足りないなと感じていたので、これからは寝巻き用としてちょっと活用しようかなと思っています。最近部屋着をおしゃれ着に目標に、部屋着もちょっと外出できるようなおしゃれなデザインのものを選ぶようにしている私にとって、もうまさにちょうどいいデザインのトップスでした。お気に入りの服ももうちょっとだけ長く着てあげられるようになるので、寝巻きに広角って意外と悪くないななんて今回思いました。捨て活に全力だった頃はとにかく数を減らすため、まずは捨てることを大切にしていましたが、厳選し尽くした今は数少ない残ったものを工夫してとことん最後まで使い切ろう、そんな考え方に変わったように思います。ベルトも久々に見直そうと思います。今は3本持っていて、一番お気に入りは先日動画でも紹介したユニクロのリバーシブルベルトです。気分によって黒色のベルトとして使ったり、茶色のベルトとして使ったり、いろんなシーンで大活躍してくれています。
このベルトさえあればもう他にはいらないと思えるほどお気に入りです。なので細すぎて使う場面が少なかった黒ベルト、そしてかなり使用感が出てきてしまっている茶色のベルト、2つとも処分することにします。たった一つのお気に入りを見つけられると未練なく手放すことができるんだなと今回発見になりました。そして実はこのトップスもおつれが気になっていて捨てるか迷い中です。本来おしゃれ着洗いじゃないといけないのに、一度うっかり普通にお洗濯乾燥機をかけてしまったんですよね。それから一気にチュールがほつれてしまってケバケバさせてしまいました。大のお気に入りだったので超悔しいです。とりあえずまだ手放さず様子を見ようと思いますが、見た目的にまだ着れるかどうか視聴者の皆さんご意見いただけると嬉しいです。自分ではどの程度の痛みなら大丈夫なのか判断つけるのが難しくて、皆様の客観的なご意見が参考になります。続いては靴下のチェックです。ベリーショートソックスはゴムに剥がれが見えてきたので処分します。薄手のグレー色の靴下は毛玉がかなり目立ってきました。2足とも同じ状態だったので処分します。新品1足をストックしていたので一軍エリアに下ろそうと思います。買うものが決まっていると補充も楽ちんですね。冬用のタイツは季節外のケースにしまい、靴下のケースもとってもすっきりしました。最後に一時保管ボックスに入れていたものをチェックです。去年の11月の捨て活で手放すか迷ったものをなくても大丈夫か確かめるためにこちらに封印していました。まずは大きな洗濯バサミ、1回も使うことはなかったので処分です。この期間に我が家には洗濯バサミは一切いらないことが分かりました。余ったスマホの充電ケーブルと充電器もなくても大丈夫だったので処分です。トートバッグも使いませんでした。どれもこれも捨て活では捨てるか散々迷ってしまったけれど、一時保管をしている間に全然なくても大丈夫なものだったと納得して手放す決断をすることができました。ただこちらのイメージコンサルタント関連の教科書だけは捨てずに残しておこうと思います。去年資格は取ったもののイメージコンサルタントになりたいとまでは思えなくて、教科書類は一度は処分することを考えてみました。でもよくよくこの期間考えてみたら、これってただのものじゃなくて積んできた経験であって人生の選択肢でもあったりするんですよね。わざわざ未来の選択肢まで焦って手放すことはない、そう思えたので、そんなに急いでは処分せず、あと数年は様子を見るため一時保管ボックスに保管しようと思います。とにかく不要なものを捨てることに支配されていた過去の自分も反省です。ということでクローゼットスペースからもこれだけのものを手放すことにします。ということで片付け Vlog をお届けしました。過去の私のお部屋は捨てるものでいっぱいだった状態だったんですが、動画をご覧くださっている皆さんもお気づきの通り、もう捨てられるものがほとんどないという状況まで変化しました。そして不思議なことに、そんなものが少ない今の方が物質的にも精神的にもずっと満たされている心地がするんですよね。とはいえ定期的な見直しをしないときっとまたリバウンドしてしまう気がするので、本当に大切にしたいものは何かと自分に問いかけるこの捨て活時間はこれからも大切にしたいと思っています。それでは動画を見てくださりありがとうございました。バイバーイ。